おっと、課長かな。そろそろかかってきてもおかしくない時間ね。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。ああ、ご苦労。朝言った通り、そろそろ警察学校に来てもらうぞ。場所はわかるか？ええ、もちろん。西クロスベル街道の途中からゲートに入ったところですね。ああ、ゲートを開けておく。ところで、一通り街を回ったはずだな。率直に言ってどうだった？そうですね、いろいろときな臭い状況になり始めている気がします。その嗅覚、今まで以上に研ぎ澄ませておくといい。それじゃ待ってるぞ。了解しました。やっぱり課長だったみたいね。何か気になることを言ってたみたいですけど。ああ、課長もいろいろと状況の変化を感じているらしい。ヘイユーやレクター大尉のことも報告した方が良さそうだな。そうね。で、そろそろ警察学校に行くのかい？ああ、西口から街道に出よう。さてと、みんなどうする？警察学校まで行くとしたら徒歩かバスになるけど。そうね、私はどちらでもいいわ。最近歩いてなかったからちょっと体を動かしたいし。それに確か西クロスベル街道に手配魔獣が出ていましたよね。だったらついでですし、歩いた方がいいかもしれません。おいおい、本気かい？さすがに徒歩なんてだるすぎる気がするけど。もういい若者がそんなことじゃ情けないよ。普段夜遊びばかりしてるんだから、こういう時に体を動かさないと。体育会系のノリはあまり趣味じゃないんだけどな。ま、いっか。疲れたら優しいリーダーにおぶってもらえばいいんだし。おぶらないから。それじゃあ徒歩で出発することにしましょうか。手配魔獣が出るかもしれないから気をつけないとね。了解しました。あれ？こんにちは。もしかしてあなたも街道を歩いてきたんですか？来るぞ。え？帝国からの列車だ。ちゃんと見ておけ。エレボニアからの大陸横断鉄道の列車ですね。何かおかしなことでも？いや、おかしなことは何もないさ。ところで、そこの小僧、今の列車、乗客は何人乗っていた？え？一応車両の中まで目を配っていただろうが。何人だ？答えろ。それは。なんでそんなことがわかるんだ？ほう、当たりだ。まぐれかどうか知らんが、いい目をしてるようだな。たまたまですよ。まさか当たるなんて。せいぜい目は鍛えておけ。
漫然と眺めるな。状況そのものを俯瞰しろ。その上でそこにある要素を瞬間的に掴み取っておく。それが戦場で生き残るコツってやつだ。まあ覚えておくがいい。一体何者？体格といい、隙のなさといい、ただものじゃありませんね。いや、そんな程度じゃ済まないかもしれないよ。え？あれはひどい。まさかこいつらは今朝確認した手配魔獣か。間違いありません。手配された特徴と一致します。報告されたものより数は多いみたいですけど。3、4、5体。どれも斬撃で倒されている。さっきの男の仕業かな。ああ、間違いないだろう。鋭利な刃というより巨大なナタみたいなもので切り裂かれたみたいだけど。二人ともよく冷静に観察できるわね。すみません、私もこれはちょっときついです。わかった、一旦ここから離れよう。あの男はもう行ってしまったみたいだな。ああ、クロスベル市に歩いていったみたいだね。今から追いかけても捕まえるのは難しそうだな。うん、ちゃんとゲートを開けてくれたみたいだな。やれやれ、やっと着いたか。ここから先が警察学校でいいのよね。ああ、この先には舗装された新林道が続いているんだ。道なりにしばらく進めば警察学校の玄関に到着しますね。なるほど。ま、迎えも来ないみたいだし、とっとと行くとしようか。ダメだ、どうもさっきの男が気になる。ええ、強烈すぎましたからね。でも課長の用事にも応えないといけないし、なんだったら二手に分かれる？このまま警察学校に行く組とクロスベル市に戻る組か。それもありかもしれないね。いや、このメンバーで二手に分かれるのは早すぎる。ただ念のため捜査一課には連絡しておこう。なるほど、いいかもしれないわね。クロスベル警察捜査一課です。エマさん、先ほどはどうも。バーニングス捜査官、どうしました？先ほどの件について進展が？いえ、それとは別件です。実は赤毛で赤眼の異常部。年齢は40代くらいですか。車や鉄道、飛行船を使わずに徒歩で街道を通ってくるなんて。わかりました。こちらも気をつけておきます。そちらはセルゲイ課長の要件を果たしてくるといいでしょう。はい、お願いします。一家のお姉さんに連絡がついたみたいだね。ああ、これで少しは安心だろう。それじゃゲートをくぐろうか。ええ、行きましょう。了解しました。
ここがノックス森林地帯。話には聞いていたけどかなり奥深い場所にあるのね。やれやれ、こんな場所を歩いていかなきゃならないのか。どうにもスマートじゃないね。ま、これも支援家のスタイルだと諦めてもらうしかないな。しかしワジ、文句を言いながらへばってる感じじゃないな。てっきり都会っ子らしく値を上げちゃうかと思ったのに。ただの痩せ我慢さ。さっきから足がガクガクでね。そろそろリーダーにおぶってもらおうとしようかな。全然大丈夫そうだな。先を進みましょうか。あら、何かしらあれ。崖の下にザイルが伸びているみたいだけど。ああ、あれはサバイバル訓練用の演習場に降りるところだよ。サバイバル訓練。この下は樹海になっていて視界も悪く獣道しかありません。そんな環境で限られた装備と糧食のみで数日間を過ごすんです。私には無理そうね。僕もさすがに勘弁だな。ヴィンテージもののワインと洒落たオードブルが出るなら考えてもいいけどさ。ま、せいぜいチーズ味の乾燥したレーションくらいだな。俺も捜査官試験のためにサバイバル訓練は受けたけど、正直かなりきつい訓練だったよ。そういえばランディ先輩、ここで訓練をやってるんでしょうか。そうか、可能性はあるかもしれないな。他の演習場でやってる可能性もあるけど。確か彼、操られた警備隊員のリハビリに付き合ってるんだっけ。ええ、新しい警備隊司令の要請でね。早く訓練が終わって戻ってくれるといいんだけど。ああ、そうだな。さてと、ここが警察学校の建物だ。やっと到着か。さすが森の中だけあって閑静な場所にあるのね。課長はどこにいるのかしら。とりあえず正面の入り口が警察学校の受付になります。中に入ってみましょうか。ああ、そうしよう。やっと来やがったか。ロイド君、ノエル総長、しばらくぶりだね。ただいま到着しました。保安事務長、ご無沙汰しています。お元気そうで何よりです。ノエル君とはこの前の定期演習以来か。ロイド君は卒業以来だから10ヶ月ぶりになるかな。いやー、しばらく見ないうちにすっかり立派になったもんだ。まだまだ半人前ですよ。察するに警察学校の責任者といったところかな。
周辺施設の管理全般を担当されている保安事務長だ。いやいや、そんな大層なもんじゃないよ。それじゃあセルゲイ君、ミーティングルームは自由に使ってくれたまえ。ええ、そうさせてもらいます。さて、時間が惜しい。早速始めるからとっととついてこい。セルゲイ課長。結局どんな要件なんですか？なんだ、まだ気づいてないのか。いろいろヒントはあったはずだがまだまだひよっこってところか。待ってください。いろいろなヒント。この場所に俺たちを呼ぶ意味、もしかして。そうか、交通基本法の講習ですね。正解だ。それはもしかして。ああ、この度特務支援課に動力車が支給されることになった。これを機に交通法のイロハを頭に叩き込んでもらうぞ。以上が動力車を扱う上で最低限覚えておく交通基本法だ。一応頭に叩き込んだが。なんとか。やれやれ、こんなところで授業が待っているとはね。でも思ったよりも簡単なルールしかないんですね。この先動力車が増えてきたらこれだけでは対処できなさそうな気がするんですが。そいつは今後の課題だな。自家用動力車が普及し始めてからまだ10年と経っていない。いずれより厳密なルールが求められることになるだろう。今だと役所に申請すれば簡単に運転免許が交付されるわけですけど、確か試験制度の導入も検討されているんですよね。ああ、そうなった場合は各種講習に実技試験も入ってくるだろう。とりあえず今日のところは基本のルールを叩き込んでおけ。実際の運転はノエル、お前にやってもらおう。はい、了解しました。そうか、ノエルは当然動力車を運転できるんだよな。警備隊車両をあれだけ自在に運転できるくらいだものね。へえ、そうなんだ。入隊して以来指令に叩き込まれたから。よし、それじゃあ早速お前らに動力車を支給する。外に用意してやるからついてこい。とんだサプライズだな。課長も人が悪いわね。しかし動力車か。僕はあんまり詳しくないけど、ベルヌ社かラインフォルト社のどちらかになるんだっけ？自家用動力車といえばその2大メーカーしかないからね。で、ベルヌ社の方が老舗でラインナップも豊富なの。小型車から中型車、バスまで手広く扱っているし。ラインフォルト社が出しているのは運搬車やリムジンが多いのよね。ええ、どちらかというと頑丈で高級なものが多いですね。動力列車や動力戦車の技術を転用したものが多いみたいですし。いきなりで実感がなかったけど、ちょっとドキドキしてきたな。よし、見に行ってみよう。